皆さんこんにちは。年度終わりで忙しい中、いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画のテーマは、直近日米のマクロ的なお話が続きましたので、今度はテクニカルなデータ分析、中型株の需給分析、こちらのシリーズを進めていきたいと思います。小型株の分析とは違って新しいデータが使える銘柄のユニバース。この新データをメインに需給分析を行う方法に目処がついてきたと。具体的に今週特徴的な動きをした銘柄をご紹介しながら、新しいデータをどのように使っていくかご紹介したいと思います。とはいえ、需給分析という意味では小型株と手法が結構似通っているので、そちらのシリーズもご覧いただいている方でしたらすんなりと入りやすいかと思いますので、今回は実際にこちらの新データを使って上がってくる銘柄、ユニバースが小型株ではありませんので、需給逼迫というまではいかないかもしれませんが、期待値を考えた時に足元の株価よりも上を狙っていけるような候補というのをご紹介していきたいと思います。今回もよろしければぜひ最後までお付き合いください。まずこちらのイメージ図ですけれども、新しいデータは何なのかというのを簡単におさらいしますと、右側の証券会社、貸株を仲介していると書いていますけれども、この先にはですね、ヘッジファンド、しかり、空売りをするような機関投資家がいて、小型株需給の分析の時には個人投資家の信用買いなどから主に株券を調達していたと、そのようなデータを用いて分析しておりますが、こちらのシリーズで対象とするのは中型株あるいはそれ以上と、具体的にマーケットとして上場しているのはプライム市場ということなので ETF や投資信託、年金運用といった巨大なファンドたちが現物保有している株券が多いような銘柄ですね。そうするとここからレンディングするということで株券を実際にどれくらい借りているのか、この比率というのがまず一つ目の新しいデータです。そしていろんな銘柄を借りている証券会社は銘柄それぞれにレンディングの世界での需給、これに応じた比率、手数料として支払いを行う。これによって現物保有のファンドにも付加的な収益が上がると、そういった構図ですね。そしてこのそれぞれの銘柄における貸借の両立、これが2つ目の新しいデータです。だいぶ端折って新しいデータだけをおさらいしましたけれども、もっと具体的にシナリオを学びたいという方は、需給分析シリーズの序盤の動画、概要欄やチャンネルの方からご覧いただければと思います。そして結論から言いますと、この2つの新しいデータのうちでも貸借両立の方に関して焦点を当てた方が話題の銘柄、過熱しているような銘柄というのがピックアップされやすいと、そんな状況をご紹介していこうと思います。先にこの中型株以上の銘柄についての分析、2回目ですけれども、初回の時、まだデータの扱いについてどのようなところに重点を置くか、完全に手探り、模索状態のスタートでしたので、その中でも3つの銘柄の動きをデータの有効性確認する上で注目していきたいと申し上げました。それが2月のちょうど月末に当たるところでしたけれども、そこから約3週間ですね、どのような動きをしてきたか見てみますと、まず一つ目、大阪チタニウムテクノロジーズ。こちらの銘柄に関しては、このご覧いただいているグラフ、青の棒グラフが貸株に出されている比率ですね。期間半年ですけれども、ほとんどにおいて上限いっぱい近くまで貸し出しが行われています。一方、黒の線グラフに関しては、この銘柄における貸借料率ですけれども、もともと 1% 以下のところからだんだんと上がって 5% にまで迫ってきた。これが先月末までの状態でした。ですので、この銘柄を見ていくことによって貸借料率に有効性があるのかというのを確認していきたかったわけですね。そしてこちら株価の推移をご覧いただきますと、2月末の段階で2686円と、そこから3月中旬にかけて一度大きく下落2400円に迫りましたが、もう一度元の水準に戻ってきたという形ですね。ですので、下の方にある程度下がっていけば抵抗としては跳ね返ってくるというような動きが確認されました。二つ目の銘柄に関しては、エニーカラー。こちらの銘柄は2月の段階で大きく値崩れしていますけれども、貸借状況をご覧いただきますと、先に黒線 5% から 7.5% のレンジで、比較的水準感としては高いんですが、この銘柄だけ絶対的に見ていくと、そんなにレンジからは逸脱してこない。
両立として大きな上がり方はしていない中で、水色の棒グラフご覧いただきますと、1月末から2月にかけて貸し出しの数量というのが大きく増えています。ですので、こちらの銘柄でデータの有効性が確認したかったのは、貸し出し比率の上限というのが株式の需給に影響するのかということです。そしてこちらの銘柄の推移ご覧いただきます。2月末のところからさらに一段と下がっている3000円から2500円ですので 15% 程度下がっているわけですが、下がったところからの戻りとしてはまだそこまで力強くない3分の1も戻っていないような形になっています。そして最後3つ目、オープンドアという銘柄。こちらの銘柄に関してはどのデータが有効性あるのかというのを確認したいというよりは、直近における変化はないけれども共に高水準で推移している。つまりそれぞれのデータが高水準であれば別にいいのか、あるいはそれぞれどちらかのデータにおいて大きな変化があった方が株価に影響しやすいのかというのを確認したいというために持ってきた銘柄ですね。そして2月末以降の動きをご覧いただきますと、こちら。もともと727円だったところが825円まで 10% 以上上昇しているような形ですね。ですので貸借関係の2つのデータにおいて足元で大きな変化があることも望ましいけれども高水準であることが相対的には望ましいと。現時点では例えとして3つの銘柄をピックアップしているだけですので、今後ずっとそのように効いてくるのか、あるいはやっぱりそれぞれのデータで大きな足元での変化が必要だねとなってくるのか、それはこのシリーズ今後毎回いくつか銘柄を観察していって皆さんと一緒にデータの収集を追いかけていく、その中で随時更新されていくような考えではありますので、今の段階ではあまり過信しすぎない方がいいというふうに捉えていただければと思います。さて前回のおさらいはここまでとして、今回の新しい話題に入っていきたいと思います。今週水曜日が祝日でしたので、営業日4日間あったわけですけれども、その中でそれぞれの日においてストップ高をつけたような銘柄。まずは月曜日。今週の中で一番銘柄数多かったんですが、この中で今回のシリーズ対象としているプライム上場の銘柄というのをピックアップしてくると、こちらアクセス、それから桜インターネット、さらにマーキュリアホールディングスという銘柄。こちらに関しては水色の枠で囲っておりますが、主要な ETF からの貸し出しデータが足元で見られない銘柄という意味合いです。そして一番下、トリケミカル研究所。続いて火曜日19日にストップ高をつけた銘柄。その中でプライム上場のこちらプロレードパートナーズという銘柄。しかしこちらも貸借データはありません。この日はこの一銘柄だけがプライム上場の銘柄ですね。そして次に木曜日21日のストップ高の銘柄ご覧いただきますと、プライム上場の銘柄は富士石油、そして北越コーポレーション。今回新データをメインとした分析手法の模索にあたって一番効いてきた銘柄がこちらです。そして週末金曜日にストップ高をつけた銘柄はご覧の通り、この中でプライム上場というのは北越コーポレーションのみとなっています。ですのでピンクの枠線で囲った銘柄、2つの貸借関連のデータにおいてどのようになっているかというのが新しいデータの使い方の参考になってくるわけですね。ということで桜インターネットの貸借データ、貸し出し数量と両立についてご覧いただきますと、貸し出し数量の方は半年間ずっとほぼ上限まで張り付いていますが、黒線の両立の方に関してはどんどんと上がってきている。半年前までは1桁%約 8% でしたが、そこからスタートして年明けには 10% を超え、足元では 30% に迫る勢いとなっています。株を借りてくるだけで年率 30% の手数料を日ばかりで払わなければいけない。結構とんでもない両立なわけですけれども、このデータをどのように分析していくかというと、手法としては小型株と同じように、まずは直近の両立がどれくらい変化しているか、近似の直線を取ります。ただし、小型株の時と違うのは期間が約2ヶ月ということで、そこまで6ヶ月間長く両立の変化をとっても、ご覧のように両立がぐんぐんと上がっている銘柄というのはそこまでありませんので、できるだけ足元近いところで両立の変化を取りたいということで期間設定しています。そしてこちらの近似直線の勾配と足元のところにおけるこちらの直線近似式を用いた直近の値ですね。それに対して直近の両立というのがどこまで上がっているか。
このトレンドによって導かれる近似値と実際の足元の数値、この差が大きいものというのは、より足元のところで貸借料率が大きく上昇しているということを表しています。この手法自体は小型株分析で用いている信用売買の半年間の推移、これとやり方としては全く一緒ですので、そちらのシリーズもご覧いただいている方は結構すんなりとご理解いただけるかと思います。また青の貸出数量においても同じようなことをすればいいのではと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、貸出数量の方に関しては加熱するような銘柄においては結構長期間で上限いっぱいまで張り付いていることが多く、また日時のデータご覧いただきますと、瞬間瞬間では凹んでいる日があったりということで、あまり正確にはトレンドを取れないということで、足元の状態、貸出数量のマックスあるいは上限近くまでいっているかという確認に使う程度というふうに今回は扱っております。それでは具体的にどのような銘柄が上がってくるかご覧いただきますと、こちら。左から銘柄のコードや銘柄名、そしてトピックスにおける時価総額の順位ですね。赤の色が濃いほど大型株となっています。そして中ほどの4列が今ご覧いただいた貸株料率におけるトレンドあるいは直近の数値というのがトレンドからどれくらい乖離しているのかというこの乖離幅、差を取ったものの順に大きなものから銘柄をリストアップしています。そして一番右側貸出限界率というのが前回初回の動画ではファンドの運営上各銘柄のすべての数量を貸し出すわけにはいかない。なぜなら受益者がいてファンドから資金を引き上げる売却を行う際にファンドとしては実際の株券を売らなければいけないということになるからですね。ですので全部貸してしまうと売ることができなくなってしまうので、せいぜい貸し出せるのは7、8割程度ということでご紹介してきました。そして前回の動画でそのまま 70% あるいは 80% というような表記をしていましたが、今回以降はですね、それだと分かりにくいかなということで、その上限いっぱいの状態を100というふうに変換して、例えば一番上、北越コーポレーション、先ほど申し上げた銘柄ですが、この貸出限界率一番右の列 109.7 となっていますので、通常貸し出せる枠よりも超えて 9% さらに貸していると、かなり無理をして貸している状態というふうに数値ご覧いただけるように変更いたしました。ですので、リストの中盤以降ですね、99.6、99.7 みたいな数字が並んでいますので、このあたりは貸し出しの世界における通常の運営、これで現物保有のファンドが無理なく貸し出せるマックスの状態を示していると捉えていただければと思います。そして直近の貸株料率が最も近似のトレンドから大きく乖離して伸び率を示しているのが一番上の北越コーポレーション。これが今週先ほどご覧いただいたように株価の上昇が見られた銘柄ということで、これが今回データの使い方において非常に参考になる事例かと思います。そして今週近々の話ではありませんが、近頃話題になっているようなある種して株化しているようなものもありますけれども、そういった銘柄がいくつも入っていますね。住関ホールディングス、エニーカラー、あるいは桜インターネット、そして下から3番目には三井 E&S と、こちらのデータ取得をするだけで話題の銘柄がじゃんじゃんと上がってくるわけですね。少し具体的なデータご覧いただきますと、一番上の北越コーポレーション、購買に関しては 13.9 と、リストの中でかなり高めの数字、トレンドとして2ヶ月間ですね、かなり貸株の両率が上がってきているという銘柄です。これに対して近似値だと 6.8% の足元両率が出てくるわけですが、実際の直近の両率というのは 10% ということで差が 3.2% で、プライム上場の銘柄2000以上ある中、堂々のトップとなっています。2番目の住関ホールディングスの場合ですと、直近の貸株両率 19.5% と、北越コーポレーションの倍近くにはなっているんですが、話題に上がってきてから少し経っているということで、この高い水準の貸株両率がずっと続いている。少なくとも2ヶ月間でトレンドを取った時には、購買はマイナス1となっています。ですので、むしろ2ヶ月前の方が高かったということですね。そこから下がってきているという状況が見受けられます。そんな風にリストをご覧いただければと思います。上から5番目の桜インターネットだと、購買 31.9 でダントツ1位ですが、これはそもそも直近の両率が 28.75 とかなり高い両率、先ほどご覧いただいた通りですね。この2ヶ月間で
だいぶ低いところから急激に上がってきているというのを示しています。そういったところを踏まえながら、カモラレが個人的に気になる銘柄、今後継続的に見ていきたい銘柄というのをピックアップしますと、例えば上から3番目の ANA ホールディングス。これはリストの中ではダントツで大きな銘柄ですね。トピックスの時価総額97番と唯一の2桁です。皆さんもご存知の通り、大型な銘柄であればあるほど、株券というのはジャブジャブと流動性が高い。そんなに株券の需給が逼迫するというような状況は起き得ないような銘柄ですので、自動的に貸借料率というのもそこまで上がってくるような銘柄ではありません。しかしこの ANA ホールディングスが 4.25 を今つけているということで、近似値との差では3番目にランクしている。これは非常に今後の動きどうなるか興味深い銘柄ですね。そして大型株という意味では6番目、桜インターネットの一つ下で日本航空も入っていると、同じく両率は 4.25 です。このあたり何か来週以降大きな動きがあると踏んでいるような投資家がいるのかもしれません。ただ一番右の列、貸し出しの限界率ご覧いただきますと、ANA と JAL2 社ではだいぶ差がありまして、ANA ホールディングスは貸し出しほぼ限界いっぱいですが、JAL の方に関しては全然余裕の 5% 程度となっています。そして気になる銘柄2つ目は1つ下のエニーカラーですね。こちら前回に引き続き継続落ちしたいんですが、直近の両率 8% に対して金利が 6%。乖離の大きさというのはそれなりに大きいんですけれども、勾配がマイナスになっていますので、少し大きな動きが出てくるような期間からは離れてきている、時間が経っているのかなというところです。ただ足元で大きな下げを見せて、戻りがまだ3分の1程度と、先ほど前回のおさらいのところで申し上げましたので、株価の下支えという意味で反発してくるのか、こちらのデータからそういったロジックの考え方ができるのかというのを確認したいと思います。また先ほど少し触れましたけれども、中ほどの三井 E&S という銘柄、こちらに関しては、購買 10.2 とかなり大きめの数字で、近似値に対して直近の両率も高くなっている、乖離が大きい銘柄として上がってきていますので、まだ話題の銘柄としての賞味期限は切れていないのかもしれません。そして当チャンネルで個人的に気になる銘柄の続きとしては、ヘリオステクノホールディング。こちらご覧いただいているリストの中で直近の両率が 6% と比較的高いものの、購買は 2.3。足元で少し両率上昇の気配を見せ始めているというような銘柄です。そして下から2番目の安永という銘柄。こちらも同じく直近の両率 5% に対して購買 7.2 と相対的にかなり高く、足元で両率のトレンド上がり始めているような銘柄ですね。こちらの2銘柄に関しては、リスト上位の方でご紹介した2銘柄と違って、トピックス2000銘柄の中でも1800、1900位近くの相対的に小さな銘柄というのが特徴として挙げられます。ですので4つピックアップしましたけども、それぞれの特徴を鑑みながら今後の動きというのを観察してデータの有効性を拾っていきたいというわけですね。それでは最後次回に向けて4銘柄のそれぞれの状況を確認しておきましょう。まずは株価推移ですけれども、ANA ホールディングスに関しては3月中旬にかけて下がってきていたところをかなり大幅に戻している状況ですね。貸借状況をご覧いただきますと、非常に特徴的な動きになっていますが、青の棒グラフ、数量に関しては結構上限近くが長らく続いているんですが、両率をご覧いただきますと、こちら足元のところで、もともと 0% 台だったのが急に 4% を超えています。この急な変化というのがどのように作用するのか。こちらダントツに大型株なので、そのような流動性の高い銘柄でこれが何を意味するのかというのが非常に注目です。続きましてエニーカラーですけれども、こちら先ほどご覧いただいた通りですね。3月中旬に決算見通しの下方修正も相まって大きく下落した中で、まだ3分の1程度も戻していない状況。これがこの後どのように動いてくるかですけれども、貸借状況足元のところまで更新すると、直近の 1,2 ヶ月のトレンドというのが非常に上向いてきていて、足元のところ 8%。これは約半年ぶりにつけるような両率の高水準です。これが下方向の支えになってくるようなデータなのかというのを今後見ていきたいと思います。そして相対的に小さめな2銘柄。まずはヘリオステクノホールディングですが、半年間の推移でもかなり戻りが見られて3割程度戻ってますね。そして貸借状況をご覧いただきますと、こちら株価の戻りが見られる中で
半年の両立の推移、黒の線グラフご覧いただきますと、徐々に下がってきているような状況でした。これが足元約2ヶ月でトレンドを取ると、再び上向いてきたというような状況ですね。ただ貸し出し数量に関しては徐々に下がってきているということで、こちら約1年前に一度需給がかなり逼迫して株価急上昇しましたが、同じような動きが見られるのか注目になってきます。そして最後安長ですけれども、株価の推移としては一番足元非常に魅力的な動きで、年末を境に上向いてきている。ただその中で貸借状況の両立のところがほとんど横ばいだったものから急に一段上に 5% つけているという状況ですね。ですので先にご紹介した2銘柄ですと ANA ホールディングスのような足元で急に両立上がったような銘柄ですね。この両立の上がり方というのがもしかしたら株価の上昇に合わせてヘッジファンドの空売り状況というのが苦しくなってきている兆候なのかもしれないと。そんな風に仮説をとって今後見ていきたいと思います。今回は先に中型株以上、プライム上場の銘柄における新データを用いた需給分析を一歩前に進めましたけれども、先行しているシリーズ小型株の需給分析、そちらでは実際に投資をしてみて、身をもってパフォーマンス確認しているわけですが、来週もしくは4月の序盤にそちらのシリーズも更新していきたいと思いますので、ご関心ある方は高評価、チャンネル登録していただいて、動画お待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。